社畜という生き方、なぜ日本人は会社に人生を捧げるのか。あなたは今日何時まで働きましたか？定時は18時なのに気づけば21時、周りもまだ帰らないからなんとなく席を立てない。そんな経験一度はあるんじゃないでしょうか。日本には社畜という言葉があります。会社に買われた家畜という意味です。自分の時間も体も人生さえも会社に捧げてしまう働き方。でもここで一つ不思議な事実があります。これだけ必死に働いているのに日本の生産性は G7 の中で最下位。幸福度ランキングでは50位前後をさまよい続けている。長時間働けば働くほど豊かさからは遠ざかっているように見える。なぜ日本人はこれほど会社に人生を捧げるのか。そしてその働き方は本当に報われているのか。今日は歴史、心理、データ、そして AI 時代の未来という4つの視点から社畜という現象の正体を解き明かしていきます。日本の会社人間の原型は戦後の高度経済成長期に生まれました。1950年代から70年代、日本は焼け野原から世界第2位の経済大国へと駆け上がりました。この奇跡の復興を支えたのが企業と社員の間に結ばれた一つの契約でした。終身雇用と年功序列です。一度入社すれば定年まで雇用は保証される。長く勤めれば給料は上がる。その代わりに求められたのは会社への完全な忠誠でした。残業は当たり前、休日出勤も当たり前、転勤も単身赴任も会社のためなら受け入れる猛烈社員こそが当時の理想の社会人像だったのです。この価値観は親から子へ、上司から部下へと受け継がれました。会社のために尽くすことが美徳だという信念が日本社会の空気として染み込んでいった。しかしこの契約は1990年代のバブル崩壊で静かに壊れ始めます。企業はリストラをはじめ終身雇用という約束は経緯が生かしていきました。それでも長時間働く文化だけは生き残った。システムは崩れたのに慣習だけが残ってしまったのです。ではなぜ日本人は不合理だと分かっていても社畜状態から抜け出せないのでしょうか。そこには3つの心理メカニズムが働いています。1つ目は空気を読む文化です。日本人は幼い頃からみんなに迷惑をかけてはいけないと教わります。職場では周りがまだ働いているのに自分だけ帰ることが迷惑をかけることに感じられてしまう。仕事が終わっていても席を立つことへの罪悪感が生まれる。これは意識的な判断ではなく長年の文化的な刷り込みによって体が自然と反応してしまうのです。2つ目は転職への心理的障壁です。日本の採用システムは新卒一括採用が基本です。一度レールを外れると同じ条件での再スタートは難しい。医師の上にも3年という言葉が示すように耐えることが美徳とされてきた。辞めたくても辞められない構造が社畜状態を長期化させるのです。3つ目は時間による承認欲求です。人間は誰でも集団に認められたいという欲求を持っています。日本の職場では長時間働くことが頑張っている証拠として評価されやすい。結果として仕事の成果ではなく費やした時間でアピールするようになってしまう。心理学ではこれをプレゼンティーズムと言います。体が限界でもとにかく職場にいることで忠誠を示そうとする行動です。ここで立ち止まって一つ問いたいことがあります。これだけ働いて日本人は豊かになれているのでしょうか。答えはデータが冷たく示しています。まず労働生産性。 OECD の調査によると日本の時間あたり労働生産性は G7 の中で最下位が続いています。長時間働いているのに1時間あたりの成果は主要国の中で最も低い。つまり量で質を補おうとしている状態です。次に GDP。 1990年代以降日本は失われた30年と呼ばれる長期停滞に入りました。かつて世界第2位だった経済規模は今やドイツにも抜かれ順位を落とし続けています。猛烈に働いた結果がこの停滞です。そして幸福度。国連が毎年発表する世界幸福度報告書では日本は先進国の中で常に低位に位置しています。経済規模や安全性、清潔さでは世界トップクラスなのに幸福度だけが伴わない。その大きな要因の一つとして長時間労働による生活満足度の低さが指摘されています。働けば働くほど豊かさと幸せから遠ざかっていく。これが社畜という生き方の残酷な現実です。では
これからどうなるのでしょうか。今日本の職場に AI が急速に浸透し始めています。資料作成、データ分析、メールの返信、議事録の作成、これまで深夜まで社員がこなしてきた作業の多くが AI に置き換わろうとしています。楽観的に見ればこれは社畜文化を終わらせるチャンスです。長時間労働を支えてきた単純作業がなくなれば働く時間は自然と短くなる。人間は寄り添うぞ的な仕事に集中できるようになる。しかしそう単純ではないかもしれません。日本の社畜文化の本質は仕事量が多いから残業するではなく、残っていることが美徳だから帰れないという文化にあります。 AI が仕事を減らしてもその文化が変わらなければ空いた時間を別の作業で埋めるだけかもしれない。本当に必要なのはツールの革新ではなく価値観の革新です。長く働くことが美徳から成果を出したら帰る。この意識の転換なしに AI だけが社畜を救うことはできません。一方で希望もあります。若い世代を中心に価値観は確実に変わり始めています。ライフワークバランスを重視し副業や独立を選ぶ人が増えている。週休3日制を導入する企業も出てきた。 AI の普及と世代交代が重なるこれからの10年は日本の働き方が本当に変わる転換点になるかもしれません。社畜という現象は怠惰でも自己責任でもありません。戦後に作られた雇用システム、空気を読む文化、転職しにくい構造、承認を求める人間の本能、これらが複雑に絡み合って日本人を会社に人生を捧げる方向へ追い込んできた。そしてその結果は生産性の低さ、 GDP の停滞、幸福度の低さという形で数字に現れています。 AI という新しい波はこの構造を変えるきっかけになり得る。でも変わるためには私たち一人一人が働くことの意味を問い直す必要があります。あなたにとって仕事とは何ですか？会社とは何ですか？人生とは何ですか？今日の話がそのきっかけになれたら嬉しいです。あなた自身の働き方や職場での経験をコメントで教えてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。雑学の奥にある